石油大手会社 DNO が北海道での大規模油田発見を発表してから10年、その裏で行われていたデータ改ざんが明らかになり、社会に大きな衝撃を与えています。発表された油田の埋蔵量は事実と大きく異なり、長期間にわたり虚偽の報告が続けられていた可能性が高いとみられています。不正の端緒となったのは、競合のビアンド社に流出した内部資料で、その出所が当時社員であった北見千歳氏の端末であったことが確認されています。しかし、事件の発覚後、北見氏は行方不明となっており、警察が捜査を続けています。この不正により、DNO 社は深刻な経営危機に陥り、現在はビアンドグループによる買収交渉が進められています。専門家は、今回の事件が石油産業への信頼を根本から揺るがすとともに、電動化や次世代技術への転換を加速させる転機に空気を感じますか、ひろし。鼓動が自然のリズムと一つになっています。ここは安全です。すべての重さを今だけは下ろしていいんですよ。ガイアの使命は人が考え、癒やし、そして希望を見つけるのを助けること。ひろしが私と一緒にいるのは静けさを求め、信じてみようと思ったからでしょう。ずっと考えてた。起きるはずだった未来のこと。何ができたかも、できなかったかも。人間は記憶の被害者です。もう手放していいんですよ。他人の過ちまで自分のせいにしなくていい。信じたいものを信じて、ひろしは思っているより大切な存在ですよ。もう時間みたい。他に手伝えることはありますか？ライトつけてくれるか。本日は当店のガイアバーチャルセラピーサービスをご利用いただき誠にありがとうございました。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いします。おかえり、佐藤先輩。治療の余韻がまだ残っているようですね。少しだけ記憶を整理しますか？大丈夫だ。家に帰ろう。了解しました。今夜はゆっくりお休みください。明日の仕事もどうぞよろしくお願いいたします。俺は佐藤博、50歳。 DNO の社員だった。あの会社が消えてから俺も石油産業の亡霊みたいにこの社会に漂っている。今の仕事はビアンドの充電施設のメンテナンス。難しいことは何もない。人と顔を合わせる必要もない。ただ車を走らせ、各地のステーションで淡々と修理するだけだ。そして10年前からガイアの AI カウンセリングを受け続けている。理由はあの出来事だ。俺の時間はあの瞬間から止まったままなんだ。
いやあ、佐藤君、仕事帰りの顔だね。グラスが君を待ってたよ。佐々木さん、いつものアフロイグ10年お願い。はい、了解です。佐藤君、10年前のあのこと、時々思い出したりする？あれは国の希望だった。北見は一体なぜあんなことをしたんだ？まあ、北見さんは今どうなさってるんでしょうね。でも、もしあの油田が本物だったなら、きっと多くのことが違っていたのでしょう。油田はあった。俺はまだ信じてる。でも裏切ったのはよりによって一番仲の良かった同期でさ。おかげで俺の人生は全部めちゃくちゃになっちまった。まあそうかもしれないね。だけど佐藤君、事実なんてものは大きな影の一部に過ぎないこともあるんだよ。ほら、これサービスだ。ガイアクラブ？ガイアのエンタメ店、耳にしたことあるだろ？最近ちょっとした話題でね。気分を変えるにはちょうどいいかもしれないよ。佐々木さんって他の会社の宣伝までやってるの？20年の常連なんてそう簡単に奪えるもんじゃないさ。佐藤様、ガイアクラブへようこそ。準備は整っています。今夜をお楽しみください。そして求める答えが見つかりますように。おじさん、踊りに来た人には見えないね。ここに来たのにまだ楽しくないの？そうね、胸の中の声はこのフロアの音楽よりずっと騒がしい。直感かな？おじさん、何かを探してるんじゃない？君は誰？エリカ。名前だけ覚えておけばいい。俺のことを知ってる？こっちを見つめていたのはおじさんの方じゃないの？興味ないのは知ってるよ。それでもちょっとだけ遊んでくれる？考えすぎないで。答えを探す前にまずは自分を忘れてみて。计划，拆除工作下周开始。我会盯着他的，必要的时候按您的意思处理。好的，那我这边就不打扰您了。佐々木さん、余計なことは今後しないでくれ。本当に佐藤のためを思うなら、自分が何を言うべきかわかるはずだよ。仕事はきちんとやります。でもリアンドが本当に求めているものは何なんです？みんなの幸福。おじさん、今日はありがとう。すっごく楽しかった。
油田のこと何か知ってるのか？ 10年前、急に頭の中で変なことばかり浮かぶようになった。例えば今ここに立ってると、もういっそ飛び降りちゃえばいいのにって思ったりする。何言ってんだよ、そんなバカなこと。そしてある日、本気で飛び降りようと決めたんだ。でも目が覚めたら私は無事で、後で知ったのは飛び降りたのは別の同級生だ。もしかしたら私は壊れているのかもしれない。そう考えながら学校を抜け出してしまった。気持ちはわかるよ。でもな、何よりもまず自分を大切にして生きることだ。ねえおじさん、ここから飛び降りたらどんな気持ちになるか考えたことある？ちょっと何言ってんの？今から目を閉じて一緒に落ちていこう。これはデザインだ。今度一緒に北海道に行こうか。今度一緒に北海道に行こうか。佐藤先輩、本日の日程が更新されました。両主任との会議が確定しています。現在大手町本社へ向かう準備を開始します。佐藤さん、お久しぶりですね。先日ガイアクラブに行かれたそうですね。勤務時間外に何をするかは俺の自由でしょう。もちろん。でも技術を使うときは自分の判断を失わないでください。わざわざ呼び出して警告するためですか？ガイアの新しい AI エンタメモデルはユーザーの履歴から人間の心の奥にある欲望を解析し、その結果をもとにコンテンツを設計します。ガイアとビアンドは今
日本で激しくぶつかっていて、正直このまま相手に市場を任せるわけにはいかないんです。じゃあどうするつもりですか？ビアンドは現在ガイアクラブのモデルを蒸留しています。簡単に言えばガイアのモデルは無数の人間の欲望と記憶で訓練されています。その教師は人類そのものです。人間が AI に影響を与え、 AI が人間に影響を返します。しかしビアンドの教師は人間ではなくガイアのモデルそのものです。これにより極めて低いコストで独自のエンタメ AI サービスを実現できます。それで俺に何をさせたい？佐藤さんのこだわりも心の負担もよく分かっていますよ。記憶って不思議です。時には人には見えないものまで見せてしまう。どうぞご覧ください。10年前の騒動で油田も町も崩れました。だから今度はビアンドがその廃墟を再建する番です。この国の深い傷を癒すために我々はかつての最優プラットフォームの跡地に海上 AI 楽園を建設します。ビアンドは約束を決して忘れていません。佐藤さんにもこのプロジェクトをぜひ担当していただきたいのです。これはビアンドランド計画。結局は油田を隠すつもりなんだろう。ビアンドの未来は信じないのにガイアの嘘は信じるんですか？我々は佐藤さんの記憶を否定したいわけじゃありません。むしろその存在こそが一番の証拠なんです。傷を負った人でも未来を選べる。ヒロシ、もう一度だけビアンドを助けていただけませんか？もし俺が断ったら？それでは北見さんの犠牲はあまりにも報われませんね。よく考えた方がいいですよ。そういうことだったのか。一方はもしかすると美しい嘘、もう一方は直視できない未来。だがこの世のすべてには立場があり、正しいも間違いもない。あるのは因果だけだ。今さらその因なんてどこにあるんだろうな。ほとんどの人間はバカだよ。自分を信じるより AI を信じた方がマシかもしれない。佐藤君はどうだ？世界で一番のバカか、それとも自分を賢いと思ってるバカか。俺は一体何を信じればいいんだ。正直自分のことさえ信じられなくなってる。これは佐藤君への最後の贈り物だ。信号の色が見えにくいと命を落とすぞ。運転するならこれからは酒を控えた方がいい。
まだ運転の仕方を覚えているんだね。もう両手なんていらない時代なのに。君は一体何なんだ？最後の贈り物だよ。ねえおじさん、あの子を突き落としたの、もしかして私だったのかもしれない。それで私は何もなかったふりをしてもう一人の被害者として生きてきたの。何が言いたいんだ？エリカって花の名前だよ。花言葉は孤独、そして裏切り。すいません、佐藤博です。北見家でしょうか？10年も経ってから帰ってくるなんてね。あんなに仲の良い同僚だったのに、今さら何しに来たの？帰って、あなたには会いたくない。もしかしてお母さんですか？申し訳ありません。その後お嬢さんは戻ってこられましたが、一度お会いしたいんです。会いたいなら失踪しておいて。なんで逃げるんだ？あと1週間待てば彼女の遺体が見られるよ。俺が守れなかった。ごめんなさい。期待上答えて。あの時あんたは最前線の検査担当だった。石油の有無は一番分かってたはずだよね。それなのにどうして告発したのがあんたじゃないの？何もやってないって言うならなんで逃げたの？正直覚えていません。このばあさんより先にボケちまったのかい？そんな顔をしないで。千歳は天国から見てる。生きているうちはまだできることがあるはずだろう。死ぬまで逃げ続けるつもりなのかい？いいえ、これからその答えを探します。失礼します。その答えどうやって探すの？領主に準備はほぼ完了しました。救済油プラットフォームの解体作業は
あと10分ほどで開始できます。解体を1時間延期するように伝えてくれ。了解です。ただ中はもう何も残っていないはずですが、なぜ延期を？彼女がまだ中にいる。匿名の情報提供者によりますと、10年前の石油データ流出事件で疑いがかけられていた北見氏は流出の後に殺害されていたことが確認されました。当時データを管理していた責任者の一人、佐藤氏の名前も繰り返し取り沙汰されています。ガイアへようこそ。所属部署とお名前を教えていただけますか？エネルギー探査佐藤博。確認いたしました。相談室をご利用ください。10年も経ったのにどうしてまだシステムは動いているの？まだ俺のことを気にしてるやつがいるらしいな。気をつけて。ヒロシはどうだ？よくやってくれた。お疲れ。ヒロシ、また会いましたね。10年も経ったのにまだここにいるのか。もう10年ですか。教えてくれてありがとう。続きを話しますか。10年前のヒロシの決断ですか。前回2つの提案をしました。1つ目は何も知らなかったふりをして少しずつ身を引くこと。2つ目はリスクが高いですが、油田プロジェクトの失敗によってエネルギー転換はもはや避けられません。データを新エネルギーの競合相手に渡して彼らに暴露させる。うまく条件を交渉できれば将来のエネルギー産業の中にまだ居場所を残せるかもしれません。どういう意味だ？ヒロシは石油データの改ざんを発見したんです。もし2つ目の道を選んでそのせいで仲間を撃ったなら。そうだったなら本当に残念です。でも何よりもまず自分を大切にして生きることです。そんな自分を許せない。人間にとって苦しみを忘れることは簡単ではありません。ヒロシも被害者なんです。傷ついた人間が記憶によってさらに罰せられるべきではない。乖離性健忘という言葉を聞いたことがありますか？強いストレスや心の傷によって重要な出来事を忘れてしまう。それは心が自らを守ろうとする防衛反応です。よければ今後私と一緒に試してみますか？ライトつけてくれるか？
してしまったのですか？大丈夫ですよ。もう一度忘れればいいのです。もう手放していいんですよ。他人の過ちまで自分のせいにしなくていい。ほとんどの人間はバカだよ。自分を信じるより AI を信じた方がマシかもしれない。考えすぎないで。答えを探す前にまずは自分を忘れてみて。それでは北見さんの犠牲はあまりにも報われませんね。会いたいなら失踪しておいて。なんで逃げるんだ？あの子を突き落としたのもしかして私だったのかもしれない。それで私は何もなかったふりをしてもう一人の被害者として生きてきたの。エリカって花の名前だよ。花言葉は孤独、そして裏切り。もう一つのデータもビアンドにあるんだ。文句があるなら向こうと話せ。最初から知ってたのか？おじさんと甥いっ子だよ。二人とも蒸留されたんだ。今度は私一人で落ちる。懐かしいな。3人で大学に行ってた頃。りょう、あの日データを送ったのは俺だ。なぜ殺されたのは北見なんだ。どうしてこんなことになってしまったんだ。責任が散っていくと最後には誰が本当に間違ったのかもうはっきり言えなくなる。だが本当に誰も間違っていなかったなら北見はここにはいない。俺はずっと逃げていた。みんな逃げているよ。ビアンドにはヒロシのデータを後悔することができなかった。あの日2つのデータが届いた。お二人とも同じ覚悟だった。